出てました。やっと。多分根の痛みで言うとここがちょっとあるかな。ここが多分こう切ったんでしょうね。ここの部分がちょっと太い根があってここを切ったんだと思います。こういうところから鎖が入らないようにちょっと注意する必要はあるかもしれません。ちょっと薬剤につける時間短めにした方がいいかもしれないですね。
はい、発根管理を始めて50日目で、前回の植え替えから約1ヶ月間が経過しました。今の状態はこんな感じになってます。状態としては、新芽は出てきているものの、古い葉っぱの方はまだ水分を吸っていません。で、枝の枯れがちょっと前回より進行したかなと思ってます。管理方法についてなんですが、ずっとちょろちょろと水をやってきたんですが、昨日ですね、久々にたっぷり水をあげてみました。で、理由としては未だにですね、この古い葉っぱの方が水を吸っていないので、ちょっと変化をつけてみたかったっていうのと、あと前回の動画でお見せした時に根っこの一部にカビが生えてたと思うんですね。で、そこが昨日軽く掘ってみた感じで、そんなにカビが広がってないように見えたんですよ。あとは柔らかくなってるところも進んでないような気がしたので、おそらく大丈夫そうだなと思って、変化をつける意味でたっぷりと水やりをしてみました。で、ただちょっとカビはやっぱり怖いので、ベンレートを普段の倍の量で薄めた水を使ってます。ちょっと薬害は怖いんですけど、カビもそれ以上に怖いので、今回はそういうことをしています。はい、そんな感じで前回から拮抗状態が続いていますが、慎重に管理していきたいなと思っています。前回から1ヶ月とちょっとが経過して、今は発根管理90日目になります。もうね、見ていただいたらわかると思うんですが、明らかに葉の数が増えましたよね。あと枝も何箇所も生えてきています。例えばこことかこことかここですね。1、2、3、4、5、6、7箇所ぐらいですかね。枝が生えてきています。ピグマイアの枝ってどういう風に生えてくるのかなと思ったんですけど、こんな感じだったんですね。枝が生えてきたのは50日目に思い切ってたっぷりと水やりをして1週間後ぐらいです。50日目の報告でもお伝えしましたが、この株の場合はカビも生えていたので、ずっと少しずつしか水をあげていなかったんですが、それから腐りが進行している感じもしなかったので、思い切ってたっぷり水やりをしてみました。そしたら結果的にうまくいったという感じです。ただ、あくまでもピグマイアの発根管理は水は控えめにすることがセオリーですのでご注意ください。はい。いやー、枝も生えてきてくれて本当に安心しました。枝が出てくるまではなかなか状態が上向いていかなくて、もともと生えていた枝も乾いてきていたので、もしかしたらダメかもしれないと思ってました。今回の振り返りをしてみると、一番は発根管理を冬に始めたのが正解だったかなと思っています。今回枝が生えてくるまでだいたい60日ぐらいかかっていて、その間カビが生えてきたりして拮抗状態が長かったんですね。冬型は夏になると休眠してしまうので、拮抗状態のまま休眠すると失敗する可能性が高くなってしまいます。今回冬に始めて暖かくなるまでの期間が長いおかげでじっくり管理することができたので成功したのかなと思っています。なのでやはり冬型の発根管理は秋か冬に始めるのが安心かなと思います。これからの春の季節にスタートするのは初心者の方にはお勧めできないですね。今回初めて挑戦したピグマイアの発根管理ですが、無事に成功という形で皆さんにお伝えできて本当に良かったかなと思っています。今回別の動画でご紹介しているミラビレとこのピグマイアの発根管理を成功させることができたので、少しは冬型の発根管理のコツをつかめたのかなと思っています。このピグマイアについてはまだまだ調子を上げているので、夏に入るまでの時期を楽しみたいと思います。はい、今回の動画は以上です。もしよかったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。